はい、GDY の服部です。よろしくお願いいたします。今日からね、新しいシリーズということで、楽しいイタリアワイン講座っていうのをね、始めたいと思います。で、この講座なんですけれども、ソムリエのね、テストとかですね、それからプロフェッショナルの方ですね、向けではないですね。この講座はあくまで一般の方々がイタリアワインを選ぶときにどんなポイントで見れば選びやすいのかとかね、そういったワイン講座ですので、ぜひね、気軽に聞いていただければと思います。で、1回目なんですけれども、イタリアワインの格付けということでお話しします。イタリアワインね、格付けがあります。どんな法律になっているのかっていったところと、そのね、格付けが結局ね、皆さんにとってイタリアのワイン選びにね、どのようなね、意味があるのかっていったところですね。そういったところもね、話したいと思います。はい、こちらがね、ピラミッド側のイタリアワインの格付けです。上がね、トップのクラスのものですね。DOCG というふうに言われています。これはね、原産地ですね。こちらの故障で決められたね、法律に従って、その場所で作られるワインですね。その下に DOC っていうのがあります。これもね、同じような意味合いで決められた法律に基づいてワインを作るということになります。数はね、DOCG よりも多いですね。で、その下が IGT ですね。これ、地理表示付きテーブルワインです。つまり DOC、DOCG には当てはまらないようなワインですね。なんだけれども、場所は分かっていると。この場所で作られたということで、IGT という表記があります。で、最後は VDT ということで、これテーブルワインの意味ですね。で、このテーブルワインっていうのは、場所を表記しなくていいですから、イタリア国内で取れれば何でもいいというようなのがテーブルワインですね。で、これ2009年。これね、EU が決めたんですけども、EU の法律に基づいて、この DOCG と DOC は、DOP と呼びますと。保護原産地故障という名前ですね。その下が、テーブルワインの方は、IGP ということになって、保護地理表示ワイン。つまりその場所で取れた、テーブルワインですよと。最後の VDT が B のっていうね、書き方になってますけれども、地理表示なしということになっていますが、基本的にはですね、2009年以降も DOCG、DOC はずっと続けています。DOP と名乗る必要は全くありませんし、逆にね、DOP っていう名乗ってしまうと DOCG の人はね、DOC かどっちとか分かんなくなっちゃいますから、やっぱり今まで通り DOCG、DOC っていうのを続けています。でちなみに有名なサッシカイアとかのね、タスカン、スーパータスカンでトスカーナの、超高いワインというかね、高めのワインは IGT ですね。その場所で取れたテーブルワインということで出していますね。はい、次はね、キャンティとキャンティクラシコの例です。キャンティとキャンティクラシコって皆さん違うのをご存知ですかね。キャンティはもともとそのエリアにあったんですけども、そこからですね、特別な9つのエリアだと思うんですが、キャンティクラシコっていうその特定の地域、ここで作られたものをキャンティクラシコということになっています。これどっちが DOCG とか DOC っていう話ですけれども、両方とも DOCG のラベルがちゃんと貼ってあります。で、どちらが美味しいのとかなんですけど、これ例外あるんで、誤解があったら申し訳ないんですけれども、一般的に何も知らない、その生産者を知らなければ、基本的にキャンティクラシコを私はお勧めします。やっぱりね、キャンティクラシコの方が、地域が狭いっていうのもありますし、こだわってる生産者が多いですね。だからキャンティよりもキャンティクラシコを選んだ方がいいかなというふうには思います。で、これはね、先ほど言いましたけど、キャンティでも十分ですね、素晴らしいワインたくさんありますけれども、普通に並んでればキャンティクラシコかなと。で、違いなんですが、サンジョベーゼ主体です。で、キャンティは 75% 以上、キャンティクラシコは 80% 以上使ってくださいということですね。熟成期間、キャンティと表記あるものは4ヶ月以上、キャンティクラシコは11ヶ月以上熟成してくださいということです。これ一例ですね。同じキャンティとかキャンティクラシコでも、スーペリオーレとかリゼルバとかね、たくさんありますから、それぞれに法律があるんですが、単純にキャンティ、またはキャンティクラシコって書いてあるワインに関しては、この法律が
これ、メインの法律ですけれども、こういった法律がありますと。ですので、違いは多少ありますけれども、これだけでは、どちらが美味しいかとかって分かんないですね。両方とも DOCG だから。だから DOC、DOCG の判断っていうのはここでは使わないですね。はい、次はね、プロセッコですね。皆さんも多分聞いたことあると思いますけれども、イタリアのね、安くて美味しいスパークリングですね。冷やして飲むととっても美味しいプロセッコですけれども、こちらね、北イタリアで作られるスパークリングワイン、具体的にはベネト州ですね。ベネチアがあるベネト州と、フリウリ・ベネチア・ジュリア州ということでフリウリ州ですね。こちらで作られるワインですね。をプロセッコと呼びますけれども、こちらもね、DOC と DOCG があります。で、DOC は左側ですね、プロセッコと表示があるもの。またはプロセッコ・トレビーゾですね。トレビーゾはベネチアがちょっと上に行ったところなんですけども、そこの地域ですね。あと、プロセッコ・トリエステ。トリエステっていうのは、フリウリ・ベネチア・ジュリアの州都ですけれども、そこの名前がついてます。プロセッコ・トレビーゾ、プロセッコ・トリエステっていう、この3つは DOC と。残り DOCG。これ2つあります。1つ目がですね、コネリアーノ・バルドッピア・デーネ、プロセッコ・スーペリオーレとの1つ。もう1つは、アゾロ・プロセッコ・スーペリオーレというね。この2つがあります。細かく言うと DOC の上にね、2つ実はプロセッコで君臨しているものがあるんですが、これはほとんど出回ってないので、この2つでいいかなと思います。アゾロに関しても、これは総生産量からするとほとんどないので、ほとんど出回ってません。ですので、皆さんがよく見るとすると、プロセッコかコネリアのバルドビアデーネですね。この2つになります。どっちが美味しいかというと、私はもう断然後者をお勧めします。多少値段は違いますけども、プロセッコよりも、この DOCG のね、コネリアーノの方が美味しい確率が高いです。生産量的には DOCG3 割ぐらい、つまりこのコネリアーノ 30% ぐらいは生産量ありますので、そこそこ数はあると思います。ここでやっぱり役に立つのは DOCG のネックのところになるんですけど、DOCG がやっぱり目印になりますね。この長い名前を覚えるのちょっと大変ですから、そういった意味ではプロセッコに関しては例ですけれども、非常に DOCG が役に立ってるっていうことですね。はい、次はね、我々 GD ワインが使っているフリューシュのワイン、少し取り上げたいと思います。結論から言うと我々 DOCG は取り扱ってません。フリューシュ、DOCG4 つしかないです。左からすると DOCG まず1つ目。これ長いですが、最後のね、ピコリットだけ覚えてください。ピコリット、こちらの DOCG があります。ピコリットはね、結構有名というかね、貴重な品種ですね。で、甘口で作られるんですけれども、この甘口で作られたワインの総称がね、DOCG で出ていて、コリオレンターリ・デル・フリウリ・ピコリットということで、こちらに関しては DOCG と。それからスイ・リッソン。これはね、ちょっと州境にあるんで、私も知らないんですけど、土着品種、タイって言ってるみたいです。タイ。フリウリではフリウラーノ種って言うんですけど、それを使った辛口の白ワインというふうに聞いてます。ラマンドロですね。これラマンドロもフリウラーノ使ってるんですけれども、甘口ワインですね。珍しいですね。で、最後、ロサッツォということで、これはね、フリーランス種 50% 使ってて、残り他の白ブドウを使ってるんですけど、ソービニョンとか。こちらはね、場所がね、とっても歴史的なね、地域にあります。個人的に言いますと、相当フリュリ言ってますけれども、ピコリットは飲んだことありますね。あと、ロサッツォに関しては、フリュリで有名な、昔からある生産者で、リビオ・フェルーガっていうね、生産者がいるんですけども、そこに、行った時に飲ませていただいた記憶があります。ちょっと味は覚えてませんけれども、そういった意味でね、これを見るとね、文化的とか限定的なね、場所にね、この DOCG があるなっていう風な印象です。でね、結局今日話してきた格付けっていうのは、一般の方たちがね、ワイン選びをするときに役に立つのかというと、ほぼほぼ役に立たないとは言いませんが、それを基準にワインを選ぶ必要は全くないと思いますので、気にする必要はないと思います。イタリアワインね、日本に流通しているものはそれなりのものが流通していますし、
あと例外が多いですね。特に IGT、いわゆるテーブルワインがですね、素晴らしいものがあったりとか、先ほどの DOCG なんかの値段が凌駕しているものはいくらでもありますから、そういった面からもね、あまり気にする必要がないですね。なんですけれども、この法律というのは非常に重要です。やはり消費者からするとね、これを買えば一定の品質は担保してますと。当然作り手っていうのはこのためにですね、厳しい検査を受けてますから、品質の一定を守るということで重要ですよね。あとは文化ですよね。これは文化もそうですし、土着品種ですね。こういった場所であるとか品種であるとかっていうのをちゃんと守っていくというようなことがそもそもこの法律としては重要であるというふうに思いますね。で、これ余談最後ですけれども、日本の場合はね、ないですね。こういったワインの法律が。ほとんどね、安いワイン、出回ってるワインというのは濃縮ジュースというか、還元されたジュースですね。こちらを、チリとかからバルクで輸入してきて発酵させると。日本で発酵したら国産ワインになりますんで、それを国産ワインというふうに呼んでいます。ただ、山梨、北海道含めね、素晴らしい生産者日本にもたくさんいます。この山梨とか北海道にはそこで原産地故障をきっちり作っていますね。これは山梨で採れたワインということで、作ってますので、これがどんどん広がるといいですけれどもね。最後は余談となりましたけれども、本日はこれで終わりにいたします。また